この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。イラストレーター名、玉木さんの作品。キャラクターの個性が強くて、どんなキャラクターかすごく気になる作品ですよね。コメント。斉藤直樹先生、こんにちは。私はただひたすら趣味として、お絵描き楽しいぐらいの意識でイラストを描いていたのですが、先生の動画を見て、もっと上手くなりたいと思うようになりました。ですが最近、どこをどう修正したらいいのかわからなくなり、よし、斉藤直樹先生に聞くしかないと思い、自分の持てる最大限の力で絵を描きました。明暗さをつけてみたり、手前の草を生やしてみたり、いろいろしてみたけど、なんだかパッとしないというか、印象に残らないというか、クオリティに欠けるというか、ストーリーを感じないというか、とにかくきっともっとうまく描けるはずなのにどうしたらいいのかわかりません。どうか先生の力でもっと魅力的なイラストへ添削してください。気まぐれ添削に送るためだけに描いたイラストなので、どれだけ添削してもらっても構いません。よろしくお願いします。とのことです。いや、わかる。もっともっとうまく描けるはずなのに、なぜか自分の思うように描けない。絵を描いていると、そんなことばかりですよね。でも、その課題を解決した時に、パーってね、最高に満足感を得られるのも絵を描くことでしか味わえない感覚だと思うので、玉木さん、諦めずに描き続けていきましょうね。それに、ご本人はすごく反省点が多い絵だと思っているようですが、僕から見るとですね、すごく玉木さんのいい部分が見えてくるんですよね。キャラクターのポージングや表情については、とてもこのキャラクターの性格をうまく表現できていると思うので、それが玉木さんの武器だと思います。その武器、玉木さんの良さを伸ばしていけば、きっと自分でも納得がいくクオリティの高いイラストが描けるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。でね、今回のイラストをどこを添削していくかなんですが、さっきも言ったようにキャラクターはうまく描けています。でもせっかくいい表情、いいポージングが描けているのに、ストーリーの見せ方がおそらくあまり分かっていないせいで、この絵は何を言いたい絵なのかそもそも分かりにくくなっちゃってるんですね。初めて見た人がね、パッと見て、この人何やってんだろうってなっちゃう。つまり、ストーリーが伝わってこない絵になってしまっているんですね。それを玉木さんはね、ストーリー性がないと反省しているんだと思います。でも大丈夫。今回の添削を見ていただければ、ストーリー性を感じる絵にするにはどうすればいいのか、今よりも分かっていただけるようになると思います。でね、もう最初に結論言っちゃうんですが、1枚絵のストーリーを感じさせるためにはどうすればいいのか。それはですね、ある程度、お約束にのっとって状況を作らなければいけないんですよ。ちょっとね、どういうストーリーなのかはコメントには書かれていなかったので、僕の想像になってしまうんですが、ストーリー作りのお約束ごとに焦点を当てつつ解説をしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まず最初に添削したい点としては、画面の傾きですかね。こうしたいです。はい。変更前は平らか、ちょっとこっちに傾いていた地面をぐぐっと反対側に傾けました。傾きを加えることによって動きが強調できます。傾きの方向自体はね、どっちに傾けてもいいんですが、このイラストの見せ場の関係上、こっちに傾けました。あとですね、キャラクターとモンスターの位置関係も変更したいです。こうしちゃいます。はい、若干位置を変えました。これはなんでこう変えたかというと、前後関係をはっきりとするため。それと、あともう一つあるんですが、次の変更でわかると思います。次はですね、このモンスターの表情をちょっと凶暴寄りにしていきたいんですよね。これなんでかっていうと、ですね、ちょっとこれは僕の想像も入ってくるんですが、多分ですよ。この絵の状況って、この植物を操る能力者の彼が森に入ってきてしまったところを、バカな人間どもめ、この森が俺たちの巣とは知らずに、まんまと入ってきやがったぜ。
ってね、下なめずりをしながら襲いかかってきたこのモンスターを、ここが君たちの巣だってことぐらい分かってたよ。でも人間だと思って舐めすぎたね。草花は僕の友達。この子たちがいる場所は僕にとってもテリトリーなんだからさ、覚悟してね。ブーってね、意のままに操れるツタとかを使ってモンスターを一網打尽、ヒャッハーしてるシーンだと思うんですよね。ほら、よく見るとこのモンスター、ツタでぐるぐる巻きにされてるでしょ。でもね、添削前だとこのモンスター、やられ役としてはちょっとね、可愛すぎるんですよね。目がつぶらだし。これだとですね、どう見ても男の子の方がただ単に可愛い動物をいじめている感じに見えかねないので、こういうシーンを描くときにはお約束事一つ目、敵モンスターは敵っぽく凶暴な感じに描くべしということでこうしちゃいます。はい、モンスターを凶暴な感じに変更してみました。ポイントは目を赤くしたことですね。これによってパッと見た瞬間、こいつが凶暴な敵モンスターであることが一目でわかるようになったと思います。あとはこうするのもいいかもしれません。はい、手足の爪を強調してより引っかかれたら怖そうな感じにしちゃいます。あとはちょっと体の大きさを考慮してツタの形状も修正しますね。はい、こんな感じ。いい感じに敵モンスターっぽい感じになったと思います。それと最後に影を調整しますね。はい、少し逆光にしてキャラクターよりも手前にいるんだよっていうことを強調しました。変更前はいまいちキャラとの前後関係が分かりづらかったので、この男の子が小さいのかな、それともこのモンスターが大きいのかなって迷う部分がありましたが、大きさを大胆に分かりやすく変更して前後関係が分かりやすくなりましたよね。あとですね、逆さずりにすることによってよりモンスターがやられている感じが強調できたと思います。でね、ここからが本番です。さらに演出を分かりやすくするために背景を添削していきたいと思います。まずね、玉木さんがコメントで言っていた手前に草を生やしてみたんだけどうまくいかなかったっていう部分なんですが、これね、コツがあるんですよ。手前の草を描いて前後関係を強調するためには、まずはね、こうすればいいんですよね。はい、背景を手前、真ん中、奥というように分けて、それぞれの明るさを違えてあげる。そうすると自然と奥行きが感じられる絵にできるんですよ。なので今やったのは手前と奥を暗くしたいので、真ん中、キャラクターのいる真ん中を明るくしてみました。その上で手前と奥を描いていくんですよ。やってみます。ほら、今手前の草を描いたんですが、真ん中が明るいのでちゃんと距離感が出たでしょ。距離感はこうするだけで出ちゃうんですよ。結構簡単でしょ。さらに奥に茂みを描きますね。はい、奥はね、割と適当でも大丈夫です。こんな感じで OK。でね、次にストーリーの演出についてなんですが、多分ね、このキャラ、多分ですけど、目つきとか表情から判断して、ちょっとね、キザなやつというか、
素直な男の子ではないと思うんですよね。でも決して悪いやつではない。それがね、伝わるようにしたいんですが、今だとですね、ちょっと、この男の子が悪役に見えかねないシチュエーションだと思うんですよね。いや、だって、こんなすごいスキルを持っているのに、モンスターとはいえ小動物に対して、こんな強い技発動しているじゃないですか。これだとね、何もそこまでやることないじゃん。って見ている側としては思っちゃうわけなんですよね。なので、ここでお約束ごとの2、キャラを悪役に見せないためには圧倒的不利な状況に追い込めです。圧倒的不利な状況。どうするかというと、こうします。はい、モンスターの数を増やしました。なおかつ、モンスターの餌場に誘われた感じでね、男の子を威嚇しながら取り囲んでいる状況ですね。でもまだまだ不利な状況じゃないので、さらにこうしちゃいます。はい、もうね、奥の茂みに無数の目。何匹いるのっていうぐらいやばい数を書き込んでいきます。こうすることによってもうどう見てもこの男の子、数において不利ですよね。きっと普通の男の子だったらたちまちモンスターに群がられて食べられちゃうと思います。うわー大丈夫？やばい！どう見てもやばいよこの状況！わ、後ろから一匹飛びかかってきたよ。そういうピンチの状況をきちんと作り出してあげることが重要なんですね。でも、この男の子はやられません。なぜかというと、特殊能力を持っているからです。こうですね。はい。意のままに操ることができる植物のツタ。これによって無数にいる敵をバシッと捕まえて吊るし上げることができちゃうっていうわけなんですね。どうです？最初と見比べてみると、ほら、今言った状況がわかりやすくなったと思いませんか？あとはね、変更前はキャラクターの手前にあった木漏れ日の光もキャラクターの背後に持ってきた方が効果的だと思います。はい。こうした方がキャラクターとの明暗さが生まれるので、この男の子の表情や顔の部分が強調されますよね。あとは、ツタは結構すごいスピードで生えてきそうな気がするので、スピード感を強調するためにこんなのもありでしょう。はい。ちょっとね、ツタの周りにエフェクトを追加して、動きを強調してみました。これによって、ブボボボボボボってね、下から上に生えてくるツタの動きを表現できたと思います。はい、もうこれだけで十分かなって思うんですが、コメントでですね、気まぐれ添削に応募するために書いたので、どれだけ添削されても平気ってありましたので、せっかくなので少しだけね、キャラクターについてもクオリティを上げるポイントを解説していきますね。まずは、ここ。はい。腕の長さを短く調整しました。添削前を見てみると、ここが重なっていましたよね。こういう手前のものと重なっている部分って、長さとか大きさが曖昧になってしまいがちです。なので、ちょっと長かったので、このように変更しました。そしてここで、ストーリーを感じさせるお約束の3。ドラマチックなシーンには逆光にせよ。っ
っていうことでね、このイラストの場合には光源を後ろに持ってきましたよね。それによってドラマチックでストーリーを感じる演出ができると思います。なのでキャラクターに当たる光もですね、後ろから光が当たりますので、前に影を落としていきましょう。やってみます。はい、まずは上半身の光の当たり方を調整しました。次に下半身を調整します。はい、下半身についての影の付け方なんですが、変更前はですね、こんな風に横の面は意識されているんですが、縦の面、上を向いている面と下を向いている面を意識できていないので、そこも意識できるとさらに動きをうまく捉えることができるようになると思います。あとはキャラクターに巻きついているツタももう少しだけ丁寧に描いてあげるといいかもしれませんね。調整してみます。最後に表情はそのままに髪の毛と顔の描き込みをもう少しだけはっきりとさせてあげましょう。やってみます。はい、こんな感じです。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。結構変わりましたね。ちょっとね、自分でもびっくりしてしまいました。かなりね、イメージが変わったと思います。今回の添削では、ストーリーごとの見せ方のお約束ごとということで、敵キャラはより敵キャラらしい表情を描くこと。ということで、こんな風に凶暴な目の色にしていきつつ、お約束ごとの2つ目、男の子を悪者にしないためには、圧倒的な不利な状況に追い詰めることで、多くのモンスターに囲まれているシチュエーションにしました。そして3つ目のお約束事として、ドラマチックなシーンは逆光にせよということで、キャラクターに当てる光源を後ろに持ってきて、後ろからこんな風に光を当てることによってですね、すごくドラマチックでストーリーを感じるシーンを演出することができました。この考え方、取り入れてみてはいかがでしょうか。また今回のようにイラストの持つストーリー性についてもっと知りたいよっていう方はですね、こちらの動画、気まぐれ添削13や、気まぐれ添削25もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんぽん。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。